空気を読みすぎて疲れた。そう思ったことありませんか？職場でも学校でも家庭でも、常に空気を読み気を使い、相手が求める反応を返し続ける。ちゃんとした自分を演じ続ける日々。けれど、ふとした瞬間に心の中で何かがプツンと切れそうになる。もし今そんな感覚を抱えているなら、この話はあなたのためのものです。こんにちは、精神科医のドクターリエです。今日は映画、涼宮ハルヒの消失を過剰適応が限界を迎える物語として読み解きます。過剰適応とは、自分の気持ちを後回しにし、周囲に合わせすぎてしまう心理状態のこと。本校は診断や治療を目的としたものではなく、作品を通じて心の仕組みを考察するものです。今日お伝えしたいのは次の3点です。1、完璧すぎる人ほど危ない。2、世界改変は失敗ではない。3、人生の主導権を取り戻すとは何か。第1章、完璧すぎる人ほど危ない。長藤由紀は静かで淡々としており、感情が表に出ない。物語上の設定でも観測し記録する存在であり、自分の気持ちよりも役割を優先する。現実にも似た人がいます。決して断らない人、誰にも迷惑をかけない人、常に冷静な人、手のかからない優秀な人。周囲はあの人なら大丈夫、強い人だからと安心します。けれど恐ろしいのは、耐えられてしまう人ほど壊れる直前まで誰も気づかないということです。長門は無理難題を受け止め続けます。空気に完全に同化して自分を消していく。決定的なのは同じ時間や状況が終わりなく繰り返されるあの反復です。通常であればどこかで限界が来ます。怒る、泣く、拒否する、逃げる。何らかの変化が起きるはずです。けれど長門は止まれない。そしてその止まらなさが才能のように評価されてしまう。しかし耐えられるイコール大丈夫ではありません。むしろ耐えられてしまうことは時として危険信号なのです。心が発するもう限界のサインは派手な叫び声ではありません。無音のまま静かに蓄積していく疲労なのです。第2章、世界改変は失敗ではない。12月18日、春日が存在せず、SOS 団も存在しない、静かで平穏な世界が現れます。物語の中ではエラーと呼ばれています。けれど私にはこれが心の防衛反応に見えるのです。人の心は限界に近づくと、強制的に安全モードへ切り替えることがあります。言葉で助けてと言えない代わりに、体が動かなくなったり、現実感が薄れたり、あるいは衝動的な行動で状況を壊してでも変えようとしたり、それは弱さではなく、心が自分自身を守るための非常停止装置です。長門による世界の改変も、世界を憎んだわけでも、春日を消したかったわけでもない。ただ一度でいいから普通の女の子として息をしたかっただけ。過剰適応する人は、期待に応える自分、空気を乱さない自分、誰にも迷惑をかけない自分を演じ続けます。けれどある日、心がもう役割を演じたくないと訴える。その瞬間の崩れを本人は失敗だと感じて自分を責めます。けれど私は違うと思います。それはそこに確かに心が存在している証拠なのです。改変後の世界で長門が見せる緊張、手が震えるような、言葉が詰まるような感覚、完璧な機械には起こり得ない反応です。生身の人間性が現れた証拠です。もし今急に何もできなくなったり、涙が止まらなくなったり、些細なことで限界を感じたりしているなら、それはあなたが弱いからではありません。長い間頑張りすぎたからなのです。第3章、人生の主導権を取り戻す。キョンは選択を迫られます。元の世界に戻るか、静かな世界にとどまるか。静かな世界は楽です。摩擦が少なく傷つくこともなく、説明も不要。疲れている人ほど惹かれるのは当然です。それは逃げではなく、
緊急避難としてごく自然な願いです。私にはあの世界は長門だけが作ったというより、キョンの心の奥底にある静かになりたいという願望とどこかで共鳴していたように思えます。けれどクライマックスでキョンはあのうるさい日常をもう一度自分の意思で選び取ります。これは単なる現状復帰ではありません。流されていた人生を今度は自分の意思で選び直す行為です。私はこれを人生の主導権を取り戻すと表現したいのです。ただ同時に痛みも残ります。元の世界へ戻す選択は、長門のたった一度の自己決定をなかったことにしてしまう可能性があるからです。選び直しには必ず代償が伴います。誰かを救うことが別の誰かの願いを消し去る瞬間がある。その矛盾の切なさがラストシーンに静かに残るのです。最後に2つの処方箋。空気を読みすぎて疲れてしまったあなたへ2つの処方箋をお渡しします。1つ目は限界を失敗と呼ばないこと、ミス、涙、動けなくなること。それらは心が命を守るために押した非常ボタンかもしれません。2つ目はエラーを見せられる相手を一人だけ見つけること。完璧に見える人ほど一人で抱え込みます。けれど回復は一人では難しい。最近どう？と聞ける相手。もし見つからなければノートに書き出すだけでも良いのです。無音の SOS を言葉にすること。それが回復の第一歩です。診察室でも長く頑張り続けてきた人ほど、ある日突然動けなくなったり、涙が止まらなくなったりします。その時本人はもう終わったと感じます。けれど実際には心がこれ以上の破綻を防ぐためにブレーキをかけている状態なのです。必要なのは気合で乗り越えることではありません。負荷を軽減する設計です。休息を取る、距離を置く、予定を減らす、小さなことで構いません。自分のための選択を少しずつ増やしていくこと。キョンがした選び直しもこの延長線上にあります。自分で決めるという行為そのものが回復の核心であるという話です。あなたの人生でもいきなり大きな決断をする必要はありません。今日だけは断る。今日は早く寝る。今日は誰にも会わない。そうした小さな選び直しの積み重ねが人生の主導権を取り戻す訓練になるのです。よければコメントで今一番苦しい空気読みを一文字で教えてください。A、断れない。B、期待に応え続ける。C、場を壊せない。D、本音が言えない。理由は書かなくて大丈夫です。その一文字があなたの心がどこで息を止めているのかを教えてくれます。この話が心に残ったら、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。